皆さんこんにちは。ファーストラズ伊藤です。今回は何をするかと言いますと、ちょっと、みんな見てよ。俺たちここで作ってるからさ、ちょっと、作ってる最中でしょっていうことで、ちょっと上の階のですね、工房の方に、行ってみたいなと思ってます、今日は。何せちょっと作業工程が多いもんで、これもまた、いくつか段階を踏んで、何度もお見せしていくうちの1回目だと思ってください、今日は。では、早速上の方に行ってみましょう。はい。というわけでですね、原宿のショップの上3階になります。こちらの工房にやってまいりました。皆さん見ていただきたいなということで、ちょっといろいろご説明をしていきます。工具であったり、どんな作業してるのかっていうことをですね、もろもろちょっとご説明の方していきたいと思ってます。それではよろしくお願いします。はい。では早速ですね、ちょっと作業の方、追っていろいろお話をしながら見ていっていただきたいなと思います。まずですね、ここにあります。これ板ですね。これもカットしてあるんですけれども、12ミリ幅があります。これバングルの元になる板ですね。こちらにですね、うちのトレードマーク、18金ですね。これももう前もって作ってあります。これをですね、ロー付けする作業から、ちょっと行ってみたいと思います。まずですね、裏に刻印はもう打ってあるんですけれども、ここにですね、先ほどの18金をロー付けしていきます。その後にですね、今度、曲げですね、曲げ。木の添え木みたいなものがあるんですけども、ここにバングルの板を当てがってですね、綺麗に曲げていきます。簡単に曲げているように見えるんですけれども、非常にこれ、曲げ方って職人にいろいろ特徴が出るんで、うちの曲げ方、独特の曲げ方があるんですけれども、そこに準じて、しっかりとした完成品、安定供給を持たせるために統一した曲げの形を、取ってます。ここが非常に実は重要なところで、これを曲げるのに何度も職人たちは練習をしていきます。本当に簡単に見えますけれども、そこにはもう本当にみんな努力をして積み重ねた修行の結果、綺麗に曲げられることになってるんですけれども、しっかり曲げた後にですね、今度、さらっとリューターをかけます。これ実はですね、先ほどのバングルの板もそうですけど、白い状態がありましたよね。あれっていうのは焼き生し、銀を柔らかくする工程なんですけれども、その時にですね、気硫酸、薄い気硫酸でですね、酸洗いをします。そうするとですね、銀の中に含まれている割り金の銅ですね。銅が、ちょっと上に出てきちゃうんですね。それをですね、リューターによって削り取る。こういった作業を、取っていきます。これをしないとですね、磨いた時にムラが出てしまうんですね。そこを一切出ないように綺麗に磨いて削り込んだところで、次の工程で、磁気バレルという、桶のようなところがあるんですけれども、そこの中にはですね、スチールの、シャーペンの芯みたいなチップが入ってるんですよ。ここにまず放り込んでいきます。手で磨けないような隙間とかですね、そういったところをですね、そのチップで当てながら、時にね、鍛えながらですね、磨いていきます。今度バフ掛けですね。バフ掛けっていうのは聞いたことある方もいらっしゃると思うんですけれども、粗削りで粗く磨いていく工程と、仕上げの工程とあるんですけれども、これでコンパウンドの番手と、バフの布の柔らかさ、この辺が変わってきます。粗く削るときはちょっと硬い布、そして番手の強いコンパウンドですね。で、仕上げの際は、今度逆に布が柔らかくなります。その後にコンパウンドの粒子が細かくなる。番手が高いってことですね。これで仕上げていきます。そして最後がですね、バフコを落とすっていう意味合いを込めまして、メガネ屋さんなんかでもよくあると思うんですけども、超音波洗浄機。こちらで、そのバフコを落としていきます。バフコを落として、水ですすいで、空拭きをして、で、仕上がりでございます。今からですね、彫金、我々がね、作業する道具ですね。よく使うものをちょっとご紹介していこうと思ってます。まず第一に、よくトンテンカンテンしてるなーっていうね、イメージがあると思うんですけども、そのトンテンカンテン、これです。金槌。ね。これがないと僕らね、全く仕事になりません。と言っても、過言ではない、そういった道具です。次がですね、リューターです。これもですね、2種類。先っぽはですね、もう何十種類と使い分けるんですけれども、時には削ったり、磨いたり、掘り込んでいったり、様々な用途で使い分けるんですね、これも。リューターなんで2種類かっていうとですね、モーターが違います。細かく高回転型で削るタイプ。あとはですね、トルク、大きく削る、削り取る、大きく磨く。どうしてもトルクが必要な場合があるんですよね。ですね、2つ使い分けていきます。はい。糸のこですね。もう分かる通り、もうノコギリと一緒です。切断をする道具、そして切り抜く道具。ここにですね、刃をいろいろつけるんですけども、太いの、細いの、いろいろと使い分けて、その作業に合わせて、これも使い分けていきます。よくね、弟子の頃言われました。よくね、この刃が折れるんですよ。その折れるとね、もうずーっとこう、パチパチ折ってると、心が乱れてんな、なんてね、よく言われました。精神統一するには本当にいいツールです、これは。はい。次ですね、ガスバーナー。ボー
ょっとね、火が出て映えるやつです。簡単に言うと、ロー付けする、くっつけるっていうことですね。接続をする、もしくは溶かす、そういったものに使います。使い方は本当に間違えないようにしてください。火がね、強く出るんでね、火事とかも、怖いんでね、僕たちも注意を払って、しっかり使ってます。はい。一番重要な道具でございます。ちょっとね、やっちゃうけれども、タガネって言います。タガネね。これ実はですね、先っぽちょっと見せられないんですよ。企業秘密です。これタガネの株っていう鉄の棒を買うんですよね。で、そこにヤスリで細工をして削っていったり、その後に焼きを入れて鋼にするんですよ。鋼とタガネ、なんか近いね。非常にね、これちょっとごめんなさい。企業秘密です。これが命です、僕たちの。はい。はい。またこれになっちゃうね。これがですね、先ほど冒頭にお話しした磁気バレルです。このね、水溶液体コンパウンドが入ってます。それとですね、こんな感じでチップですね。これが入ってます。この中にですね、あと磁石が入ってるんですよね。これをぐる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 もたれ回して、今のチップが回っていって、磨けないところ、もう本当に手が届かないところですね。この辺をつついて磨いていくっていう、そういった便利な機械なんですけれども、これがあるんでね、うち非常に綺麗なピカピカしたシルバーを提供させていただいているっていう。これがちょっとミソな部分です。はい。はい。こちらがですね、ちょっと大きい機械なんですけれども、これがですね、バフモーターです。これがですね、ちょっとうち、しっかりね、磨きたいっていうのがあって、非常にトルクのある強いモーターを使ってます。そして、こっち側が、硬い布。これがもう荒削りの方です。で、こっち、このね、なんとも言えない匂いするんですよ。ちょっと画面に鼻近づけてみてください。匂いするかもしれません。多分しないですけどね。で、これね、粗く研ぐ方、番手が低い粗く研ぐ方のコンパウンドでございます。そしてこっち側、もう見るからに柔らかいですね。柔らかい布で、仕上げの方のバフ布です。そしてこれ、研磨の鋭い粒子の細かいバフ粉でございます。これがもう本当に仕上げ。ここが本当にね、こだわりなんですよ。この粒子が細かければ細かいほど、綺麗にピカピカに光る。これが大事なんです。はい。はい。ちょっと道具の説明もさせていただきましたけれども、通常ね、我々はこういった線とか、板、こういったものをですね、元に、アクセサリーを作っていくんですけれども、この素材にちょっと、僕らこだわりが非常にありまして、皆さんご存知のですね、925シルバー、スターリングシルバーなんて言われますね。よく刻印がですね、925なんて書いてあるんですけども、いわゆるあれです。これが 92.5% 銀が含まれているシルバーですね。これともう一つ別にですね、950シルバー、95% シルバー、こういった材料があります。こちらはですね、ブリタニアシルバーという名称になってます。この残りのパーセンテージ、どんな地金が入ってるんだっていうところにちょっと皆さん疑問を持つかもしれませんけれども、実はですね、銅が入ってます。10円玉の銅です。あれの割合の違いなんですね。で、実際925シルバーと950シルバー、どんな違いがあるのか、簡単にお伝えしますと、950シルバーと925、こちらはですね、950の方のが純度が高いので、色が綺麗です。925もいいところがあります。実はですね、950よりも硬いんです。どうしたら完璧に近づけるのかってなりますよね。そうした場合、950が925より硬ければベストじゃないですか。もちろん材料は高いです。コストもかかります。そこでですね、弊社は何をしているかと言いますと、特殊熱処理加工、焼き入れですね。こういったものを950に施していくので、925、この硬いシルバーよりもぐっとそれよりも硬く仕上げることを心がけています。なぜ硬さがいいのか。これね、ちょっと僕の思っている信念なんですけれども、宝物の中、この中にあるセグメントのうちの一つ、普遍性。これが絶対僕必要だと思っていて、うちで作ったアイテムが100年でも200年でもね、残るように思いを込めて作ってるんですけれども、もう本当に僕たちね、造形を作る仕事をしてるんで、形、カッコ満点、中身0点。これ困っちゃうんですよ。それなんで、僕たちは分子整列を揃える。これが熱をかけて焼き入れの作業。これをすることによって、カッコ満点、中身0点ではなくなるわけです。中身の具まで気持ち、思いがこもった製品を届けることができます。今からですね、シルバーのこの板ね、バングルの元になる板なんですけども、ここにね、唐草模様を彫っていくっていう工程をですね、ちょっと見ていただきたいなと思います。まず最初にですね、真ん中に黄色く映ってるところ、これね、磨く前の18金なんですね。ここにうちのトレードマーク、太陽を施しております。太陽の周りに、光をイメージした柄をね、彫っていきます。
唐草模様を彫るっていうぐらいですから、ここにですね、唐草模様の基本となる、筋ですね、このあたりを彫っていきます。これはですね、習字でいう、止めとか払い、こういったもの、力が入るところ、抜けるところ、こういったものをイメージしながら、彫っていきます。これがね、辻褄が合わなくなっちゃうと、最後本当にね、柄が合わなくなっちゃうんで、ここがもう最重要ポイントです。次の工程がですね、唐草模様なんで、やっぱり目がね、出てるとかそういったものを表現したいんで、目を入れていきます。ここにですね、ちょっと葉っぱもね、足していきます。小さな葉っぱをね、足していきます。次の工程、もうちょっとね、大きな葉っぱをですね、足していきます。ここがね、やっぱり力が入って抜ける、やっぱり一番派手な、ここが一番見せどころですね。以上で、唐草模様が彫り終わったんですけれども、生命、こういったものを表現する模様なんですよ。本当に力の入れ具合、抜き具合、こういったものが非常に重要になってます。これが上手にできると、生きた線になってるね、なんていうね、褒めた言葉をやっぱり通の方はおっしゃってくれるんですけども。はい。こちらがですね、先ほど、うちの専務がですね、曲げて磨いてました。BR の001番というプレーンバングルですね。これ非常に人気です。そして、こちら。これが途中僕がね、唐草模様を彫ってたやつですね。こちらもバングルになりました。こういった形でですね、上の方で作業しております。黙々とね、粛々と、毎日みんな作業してますんで、本当にね、僕みたいにこんなバカなことばっかり言ってるわけじゃないんですよ。ね。みんなしっかり真面目にやってますんで、ぜひぜひ、物はね、絶対間違いない一流のものを目指して作ってますんでね、ご安心ください。よろしくお願いします。はい、今回もですね、皆さん見ていただいて本当にありがとうございます。今回このような形で製造風景やらせていただきました。そしてですね、次回のお知らせでございます。次回はなんと、このフラッグシップストア、原宿本店でございますね。こちらの店内のご説明、ご案内などをね、させていただきたいと思います。ぜひ、ご覧になってください。ありがとうございます。そして、チャンネル登録、そしてコメントの方も、一つよろしくお願いいたします。僕ではなくて、楓が返すかもしれませんけども、はい。よろしくお願いします。今日もありがとうございます。